販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のテーマはブチ切れ下回転サーブに対する6種類のレシーブ返球方法について解説します。これはですね、短くくるブチ切れの下回転サーブに対する返球方法です。やはりですね、多くの方がですね、こうブチ下を出してくる人に対してなかなかストンと落としてしまう。ブチ下っていうのはとにかくめっちゃ切れてる下回転ですね。もしくは下系のサーブ、横下とか下系のサーブとかをさらっと返す感覚を今日皆さんに6つ紹介したいと思います。ぜひですね、動画の高評価、そしてコメントをお願いします。1つ目の返球方法です。1つ目、ブチ切れ下回転を返す方法はですね、つっつきをするとき、1つ目ですね、つっつきをするときにラケットの面を少し開け気味で返すっていうことですね。通常のラケットの面でつっついてもストンってどうしてもネットかかってしまったとき、そういったときはですね、そのラケットの角度よりちょっと面を天井に上げるようにするとスンと入るようになります。フォアも一緒です。フォアもつっつきするときにストン、下系強かった、つっついたら相手のサーブに対してつっついたとき下にストンと落ちた、こういったときは下が強いのでラケットの面を通常よりもちょっと開ける、開け気味でつっついてる。そうすれば下に落ちにくくなって相手コートに返球することができます。OK です。でラケットの面を開けてつつく。お願いします。もう一回お願いします。フォアも同じです。ラケットの面を開けてつつく。もう一回お願いします。ありがとうございます。OK です。でラケットの面を開けてつつく。お願いします。もう一回お願いします。フォアも同じです。ラケットの面を開けてつつく。もう一回お願いします。ありがとうございます。フォアもします。ありがとうございます。2つ目はですね、ブチ切れの下回転が来たときにループチキータを覚えようっていうことですね。少しレベル高めなのかなって感じはあるんですけど、やっぱ今の時代チキータが主力になってきてる選手も多いので、そういった選手は今つっつきのやり方で返すだけでなく、やっぱチキータで下回転を持ち上げて先手取りたいですよね。なのでその時に下のブッチ来た時にチキータちゃんとできるようにした方がやっぱいいですよね。皆さんの悩みが解決すると思うんで、だから下のブッチの時にはループチキータって言ってボールの下から掘り上げるような、ボールが下回転系の短いの来た時にボールのイメージです。イメージはボールの底を下から上に掘り上げるような、下から上に掘り上げるような、ボールの底を掘り上げるようなイメージで回転重心のチキータを送ってもらうと、そうするとですね、切れた下回転も持ち上げることがしやすくなります。やっぱり上から大丈夫ドライブみたいにいくと、上からいくとパーンってやっぱ本当に強いスイングじゃないとなかなか、これはトップ選手のスイングじゃないとなかなかブチ切れを下を早く一撃で打ち抜いて安定させるのは難しいので、やっぱそれよりはボールの底を下から上にこすり上げる。チキータの時に正面をつかむと影響を受けやすいので、ちょっとボールの横側を横重視、ループなんで横重視のチキータにしてもギュッ横っていう回転で、もう上回転入れない、もう横だけチキータみたいなぐらい、ボールの横をつかめばより下の回転をかわしながら上がるので上げやすい。で下から上に掘り上げてるのでより上げやすくなります。
はいで下から持ち上げるようなループ系のチキータをやります。わ、いいサーブ、いいサーブだ。よし、もう一回お願いします。おい、はいで下から持ち上げるようなループ系のチキータをやります。わ、いいサーブ、いいサーブだ。よし、もう一回お願いします。おい、おい、3つ目の返し方はですね、3つ目は流しというやり方ですね。これフォアの流しが特にやりやすいですけど、フォアはこう流す、ラケットの面を開いて右から左に少し優しめにこうラケットの少し開いて右から左にこうちょっと優しめに引っ張るようにすると流すっていうんですけど、これがですね、やっぱ下回転切れててもこう流すようにしたら結構返球しやすい。回転の影響やっぱ流すのは影響を受けづらいので、これもですねぜひおすすめです。バックでも流そうと思えば流せるんですけど、バックの流しもありですけど、フォアの方がやりやすいのかなと思います。流す、もう一回お願いします。OK です。じゃあフォア側の方に、はい、OK、お願いします。はい、流す、もう一回お願いします。OK です。じゃあフォア側の方に、はい、OK、お願いします。はい、お願いします。はい、OK です。じゃあフォア側の方に、今度は4つ目はですね、相手の回転を利用して深くつつくってことですね。深くつつくこのコート、相手コートのバックの奥の方とかに深くつつくんですけど、これがですね、下回転の短いのが切れてますと勝手にもうつっつきをちょっと気持ち深めに送ろうとするだけでもう早く帰って突き刺さるようなつっつきで帰ってきます。相手の下回転を利用して返すっていう感じですね。だからカウンターみたいな、カウンターつっつきレシーブみたいな、ブチ切れ下回転が短く来た時にもうそれをもうちょっと相手のバックコートを深めに少し深いところを意識してそのままつっつきで合わせて送るだけで、もうつっつきで合わせると勝手に切れるんですよね。下回転が残って下回転が強く入ったまま、しかも速いサース軌道で出るので、私はそんな強そうなふりしてないのにもかかわらず優しそうなふりしてるのに球質はえぐいっていう状態を作り出すことができます。ちょっとそれだけで回転を利用して深くつつく。もう一回お願いします。はい、OK です。もう一回お願いします。今度こっちでお願いします。OK、もう一回お願いします。もう一回お願いします。ありがとうございます。ちょっとそれだけで回転を利用して深くつつく。もう一回お願いします。はい、OK です。お願いします。今度こっちでお願いします。
もう一回お願いします。もう一回お願いします。ありがとうございます。もう一回お願いします。ありがとうございます。はい、5つ目の返球方法は短いストップになります。短いストップ、短いもストップも一緒のこと言ってますけど、ストップやっぱ短く下回転が切れてるやつに対してストップでピタピタって止めることがめちゃくちゃしやすいです。なのでやっぱそのストップは低くこう切れてちゃんとこう低めに浮きずに入りやすいので、ちょっと打球点を早めたストップをフォア前もバック前もしてもらうと、それだと切れた下回転を攻略することが利用して相手に打たせないようにすることができます。お願いします。もう一回お願いします。じゃあ今度フォア前にお願いします。もう一回お願いします。ありがとうございます。もう一回お願いします。もう一回お願いします。じゃあ今度フォア前にお願いします。もう一回お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、6つ目はですね、チキータモーションからの無理なとブチ切れ下回転だって分かった時の深くつっつくっていうやり方ですね。はい、これもおすすめです。結構やっぱチキータやろうとしてフォームこう行きますよって言ってて短いブチ切れ下回転が来た、難しいじゃないですか。チキータゴンって行こうとしてる場合はブチ切れ下回転に対してはむずいって思ってすぐにこうつっつきを深く、さっきの切れた下回転をこう合わせてつつくだけで結構深めにバーンと回転強い状態でガッていくっていう差し込む系ですね。これがトップ選手結構やってたりしますね。こうチキータいくぜ、あやべ多分思ったより下毛強えや、つつこみたいな、それつつきが結構ストーンって速いんで、トップ選手も結構サーブ短く出して相手チキータくると思ったらつっついてきたって時、相手逆に相手も待ちづらかったりするんですけど、こういうのが結構できたりします。慣れてきたらこうチキータしながらストップとかも入れることもできますね。はい、なのでこういうのも結構下回転の切れてるやつに対して効果を発揮しやすいです。もう一回お願いします。お願いします。お願いします。もう一回お願いします。
回お願いします。回お願い。以上ですね、6つの返球方法を紹介させてもらいました。結構ですね、やっぱ切れてる下回転、下系のサーブ、ぶち下っていう、真下のあれば横下ぶっちとか、なんかジャイロっぽい感じで、なんか落ちるのもあると思うんですけど、そういう時に今のこの6種類の、今の返し方の中で選んでもらえたら、このネットミスをせずに返すことができながら、しかもレシーブの質もちょっと高めに変えるので、私の方の展開も良くなるという内容になっています。ぜひ皆さんこの6種類挑戦してみてください。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。